はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルグコーヒーのバリスタトイです。本日はハンドドリップで一番難しい、もしくはわからないと思われているこのお湯の注ぎ方について説明していきたいと思います。今日もね、ちょっとね、わかりやすいようにこんなものを用意しました。じゃじゃん！ホワイトボードです。ホワイトボードでね、注ぎ方についていろいろ書きながら説明していきたいと思います。はい。できるだけ分かりやすいように説明していきたいと思いますので、美味しいハンドドリップをするためにお付き合いください。まずなんですけども、ハンドドリップのお湯の注ぎ方。これはたくさんの人が教えてると思うんですよ。でも一人一人やり方がちょっと違ってたりするので、果たしてどれが正解なのかとか、自分のやってるこの方法が合ってるかどうかっていうのもよくわからない方がたくさんいると思うんですね。なので本日は大きく分けて4種類の方法を説明していきます。で、まずはどのような注ぎ方があるかというのを説明していきます。で、この4種類の注ぎ方にちょっと分けてみました。で、この4種類に関るんですけども、こちらのグループはリズム、こっちのグループは注ぐ位置で分けてます。それぞれ止め注ぎ、連続注ぎがリズムですね。真ん中注ぎとサークルプア。サークルプアはくるくるみんながいつもご存知のくるくるしてるやつです。はい。それサークルプアって言います。これ注ぐ位置ですね。この4種類の説明を今からしていきます。はい。はい。まず1個目はこちらの止め注ぎから説明させてもらいます。どんな注ぎ方かというと、注いでは止めて、注いでは止めてを繰り返すやり方です。具体的にどういったやり方をするかと言いますと、まずは時間軸でちょっと考えていきたいと思います。0から2分半。完成するところが2分半というふうに想定したとして、分かりやすいように4回に分けて注ぐタイプにしていきます。で、30秒の蒸らし、25秒ごとに4回に分けて注いでいくイメージです。なので、例えば抽出比率が1対15だと仮定して 15g の豆を使うと225なんですけども、今回覚えやすいように230として計算します。なぜかと言いますと、蒸らしはコーヒー豆の2倍の 30g で、それを4回に分ける場合、残り200を4回に分けると50ずつなんで、その方が覚えやすいので230で覚えてもらえると覚えやすいかなと思います。蒸らしが30秒の後に25秒ごとに注いでいくやり方。こうすることで完成する時間が比較的近いようになります。お湯の注ぎが早かったとしても、途中で止めることによって調整をしてくれる、帳尻を合わせてくれるようなイメージです。この方法は比較的初心者に向いていると思います。なぜかというと、例えば細口ケトルがなかった場合だとしても、ちょっと勢いが強かったな、で早く落ちちゃうなってなったとしても、待つ時間があるので、そこでちょっと帳尻を合わせてくれるっていうのも期待できます。なので、味の再現性が比較的高いのじゃないかなと思います。で、再現性が高いということは、毎回入れる味が近い味になる。例えば、自分で入れてみて、美味しいってなって、で、お客さん来ました。で、入れてみたけども、自分で入れた美味しかった味と、ちょっと違う味になってしまったってなったら、ちょっと悔しいじゃないですか。で、お客さんにももっと美味しいのを、提供したかったのにっていうのがあるんで、こういった止め注ぎをやると、比較的近い味になりやすいので、そういった不安もなくなるんじゃないかなと思います。はい、これがね、止め注ぎの説明になります。はい、続いてこちら。連続注ぎ。連続注ぎとはその名の通り、蒸らしが終わった後、完成量まで注ぎ続けるというやり方になります。このやり方の最大のメリットは、とてもやり方がシンプルですね。蒸らしが終わった後にずっと完成量まで注ぎ続ければいいので、とてもシンプルなやり方なんですけども、透過式のドリッパー、漬け込むようなタイプのドリッパーじゃないのであれば、勢いが強かったら下にどんどんすぐに落ちてしまうので、味が薄くなったりします。なので、ゆっくりとお湯を注がないといけないので、とてもお湯のコントロールが必須スキルになるので、細口ケトルは必須アイテムだと思います。お湯と一緒にね、神経も一緒に注がないといけないので、とても大変だと思います。
なので見た目はシンプルなんですけども、意外と難しいところはあります。実際にやってみると分かるんですけどね。これも一つの方法で、この方法でやると、比較的お湯の注ぎ方によって味のコントロール、味作りができるっていうメリットもあります。この連動注ぎの完成時間というか、注ぎ終わる時間は、止め注ぎに比べると、最大早めに終わると思います。相当ゆっくりじゃないと、だいぶ早めに終わると思いますが、その辺はね、あまり気にせずやってもらったらいいかなとは思います。はい、次は真ん中注ぎなんですけども、先ほどの2つはお湯を注ぐリズムなので時間と関係しているんですけども、今回のこれは位置と関係しています。はい、こちらの横から見たドリッパーと上から見たドリッパーなんですけども、真ん中に注いでいくようなスタイルです。で、なぜ真ん中に注ぐかというと、特にこういう V60 のような円錐型のドリッパーは真ん中の粉がやっぱり一番多いので、真ん中に行ってコーヒーの成分を出して外側からこう下に落ちるというようなイメージで考えてもらえるといいかなと思います。お湯を真ん中の方に入れていくと軽くこう混ざって、で側面からコーヒーが出ていって下から落ちるというようなイメージです。そういう風に出ているので、それを意識して入れるとより効率よくというか、きちんとコーヒー豆全体にお湯が行き渡り、しっかりと味が出してくれるんじゃないかなと思います。で、目安としては、1分40秒から2分ぐらいで落ちきるのがちょうどいいのかなとは思います。以上が真ん中注ぎになります。最後がこのサークルプア。くるくるしたやつですね。このサークルプア。多分一番馴染みのあるというか、もしかしたら多くの方がやってるくるくるのサークルプアだと思うんですけども、このやり方も止め注ぎでやってもいいし、連続注ぎでやってもどちらでもいいんですね。で、ただ注意してほしいのは、その円を描くことが目的ではなくて、中のそのコーヒーの粉を優しく混ぜてあげるというのが目的なんですよ。なので、高さであったりとか、水の勢いであったりとか、そういったのを気にしながら回すことによって、こう中で優しくこうかき混ぜてあげるっていうのが目的です。で、勢いが強すぎると抽出がされる前に早めに落ちてしまいますし、早めに落ちると味わいが薄い感じたりしますね。で、あとは例えばかき混ぜがこう強かったりすると抽出過多と言われる多く抽出してしまうっていうのもあるので、多く抽出してしまうと、例えばコーヒーの苦味であったりとか雑味であったりとか、そういったものも余計なものも出してしまうっていう可能性もあります。なので、これが多分一番馴染みのあるやり方かもしれませんけども、結構一番難しいかもしれませんね。コントロールしなきゃいけないことが意外と多いので、意識しなきゃいけないことも結構多いですね。なので、補足式ケトルはもちろんがコントロールしやすいので、これも必須アイテムじゃないかなと思います。お家でね、ハンドドリップやるんであれば、細口のケトルは本当にあった方がいいです。で、補足なんですけども、あんまり外側、これ上から見た図の、あまり外側までこうくるくるしてしまうと、コーヒー豆と十分に混ざり合う前に外側に行ってしまったら、抽出されずに行ってしまうので、それをコーヒーの味が出ないままなんで、薄く感じてしまう場合もあります。つまりこういうことですね。あんまり外側まで持っていくと、壁に際まで持っていくと、コーヒーの粉と混ざる前に外側に行って、コーヒーがしっかり出る前に落ちてしまうので、コーヒーの味がしっかり出てないコーヒーになりやすいです。はい、ここでハンドドリップのコツについてちょっと3つご紹介したいと思います。注ぎのスキルはこうやっていって自分でこう身につけておくしかないんですけども、これをやると、よりやりやすくなるんじゃないかなと思うこと3つあるんで、それをご紹介します。まずはこういった大きめのケトルの場合、もしくはこういう細口じゃないやつでもそうですね、満タンにしない方がいいです。自分の入れる量の約 1.5 倍ぐらいの量かなぐらいの量に抑えておくとコントロールがしやすい。満タンだとちょっと片付けただけで出てしまうんで、バーって出ちゃうんで、それを防ぐために量を少なめでやってもらうといいと思います。で、もう一つはゆっくり出口を見ながら
ゆっくり傾けていくと、お湯が出てくる出てこないところ、水が出てくる出てこないところで止めておくみたいな。ここでスタンバイ。で、時間が来たら、ちょっと傾けるだけでお湯が出てくるんで、それも一つのやり方ですね。この状態から時間が来たから注がなきゃってやろうとすると、バッと一気に出ちゃうかもしれないんで、これもね、一つの先に準備しておくっていうのは大事なことかもしれませんね。最後の3つ目なんですけども、ケトル選び。ちっちゃいので説明すると、ここの角度ですね。この2つ見比べてもらうと、この出口がちょっと下に向いてるじゃないですか。これがね、狙った場所に行きやすくなります。これはね、こう、傾ける角度によって、この水がこう出たり、こう出たりするんで、水の傾けによって、その狙う位置がコントロールしにくいので、こういったちょっと下に向いてるケトルがコントロールとしてはやりやすいですね。以上3つがね、ハンドドリップのコツです。はい、それではね、まとめにいきたいと思います。本日はね、注ぎ方について解説していきました。大きく分けて4種類の注ぎ方に分けて説明しました。で、組み合わせが全部で4種類あると考えてもらって、止め注ぎプラス真ん中注ぎみたいなね、形にしてもいいし、止め注ぎにサークルプアを組み合わせてもいいと思います。どれが正解だというわけではなくて、自分のやりやすいやり方でやってもらったらいいかなと思います。自分のやりやすいやり方で美味しいコーヒーが入れられるやり方を選択すればいいかなと思います。まずは。そこからドリップ、ハンドドリップに慣れてきたら、いろんな方法を試したりとか、もっとプロフェッショナルな人を真似てみたりとか、まずはどういった分類があって、どのような方法がどういった効果とか味に影響するかっていうのを理解することで、よりハンドドリップのやり方が定まってくるんじゃないかなと思います。後編ではね、この組み合わせがどのような味になるかっていうのも説明していきたいと思います。初心者だから味が良くない、上級者だったから味がいいとかいうのではなくて、こういったその入れ方に固執するのではなくて、自分に合ったやり方を見つけてください。今回の動画が自分が美味しいと思える一杯にたどり着くための一歩になればとても嬉しく思いますので、皆さんいろんなやり方トライしてみて、より美味しいコーヒーがお家で飲めるように願っております。ハンドドリップはとても奥が深い世界ですので、知れば知るほど楽しくなる世界だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは、自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。